皆さんこんにちは。ベルイーグルです。今回も GT クラフトの紹介をしていきたいと思います。今回の紹介動画ではちょっとした発表もあるのでぜひ最後までご覧いただけると幸いです。では早速車の紹介からしていきたいと思います。最初に紹介する車は日産シルビア S15。シルビアシリーズとして最後の車であり、現在でも B1 グランプリやドリフト競技ではおなじみの車ですね。日産シルビア S15 は1999年に登場し、2002年の生産終了をもってシルビアシリーズの長い歴史に幕を下ろしました。しかし、生産終了から20年以上が経過した現在でも完成度の高さとチューニングの自由度から、今なお多くのチューニングカーのベース車両として愛用されてます。私もシルビアシリーズの中ではこのシルビア S15 が一番好きです。ちなみに次に好きなのは S12 です。エンジンは SR20 型。GT クラフトでは次のバージョンでエンジンスワップ機能を実装予定なので SR20 を他のエンジンに換装してチューニングを楽しむのもありですね。続いて紹介する車はトヨタ A80 スープラ。トヨタの名車の一つですね。この車が発売されたのは1993年。A80 スープラはその卓越した性能と独自のデザインで、今なお世界中で人気の車です。A80 スープラといえば勢いのあるスピードでもおなじみの車ですね。ブライアン仕様のスープラ、いつかは作りたいですね。A80 スープラの内装。戦闘機のコックピットのようなデザインなのが個人的に好きです。エンジンは 2JZGT。A80 スープラのトップグレードで搭載されているエンジンですね。夜に撮影したバージョンです。今回からヘッドライトにガラスが追加されたのですが、個人的に夜に撮影した感じがかなり気に入ってます。GT クラフトの新情報を紹介する GTC ニューインフォメーションのコーナーです。ではまず GT クラフトの車種数の進捗から。前回パート1公開時点での車種数は2でしたが、約1ヶ月の間に車種数は12まで増えました。前回よりかはかなり増えましたね。追加された車種は以下の通りです。こうして見るとかなり日産の比率が多めですね。どうしても日産に好きな車が多いので、実は次のバージョンの GT クラフトで収録する車種はこれで全てなんです。ディスコードサーバーの方ではすでに告知したのですが、8月頃に GT クラフト2アップデートとして最初のバージョン、GT クラフト 2.0 をリリースする予定です。このアップデートで車種数は12まで減ってしまうのですが、エンジンスワップやチューニング、内装のカスタマイズやギア比の調整など機能面を大幅にアップデート予定ですのでリリースされたらぜひ遊んでみてください。というわけで今回の GTC ニューインフォメーションは以上です。今回はちゃんと新情報をお伝えできたので良かったです。ただ本当は機能面の詳細も紹介できたらと思ったのですが、機能面については紹介できるものがまだないので今回は省かせてもらいました。すいません。最後に紹介する車は日産 BNR34 スカイライン GTR。スカイライン GTR シリーズとしては最後の車ですね。1999年、日産はスカイライン GTR BNR34 型を発表。スカイライン GTR の第5世代モデルとして、現在も世界中の車好きから人気ですね。この車も熱狂的なスピードでおなじみの車でもあります。ブライアンの BNR34 と A80 スープラを並べてスクショを撮りたい。
ないそうです。ちなみに実際の DNR34 にはマルチファンクションディスプレイ、MFD が装備されており、ブースト圧や水温などの情報を表示できます。エンジンは RB26。こちらも別のエンジンにスワップ可能です。エンジンをスワップするだけでなく、スワップしたエンジンをチューニングすることも可能です。リリースしたらぜひ皆さんのチューニングカーも見てみたいですね。いかがでしたでしょうか？今回はかなり内容少なめになってしまい申し訳ないです。次回の動画ではもう少し多めに要素を紹介できたらと思っています。ぜひチャンネル登録をして待っていてくださると嬉しいです。というわけで今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。